緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。愛媛、高知、大分、山口、広島。緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。強い揺れが予想される地域をお伝えします。愛媛、高知、大分、宮崎、山口、熊本、広島、福岡、香川、徳島、佐賀、岡山、島根、長崎、緊急地震速報です。強い揺れが予想される地域をお伝えします。愛媛、高知、大分、宮崎、山口、熊本、広島、福岡、香川、徳島、佐賀、岡山、島根、長崎。対象地域では慌てずに、まず身の安全を確保してください。マグニチュードが 6.7 と情報修正、今 6.6 にまた変わりました。震源付近でかなり強い揺れになっているものというふうに見られます。身を守る行動を続けるようにしてください。現在地の予想震度などから身を守る行動を続けてください。主要島はすでに到達している模様。これは揺れが収まってからするようにしてください。豊後水道こぼれて火傷をする可能性もあります。火の始末は揺れが収まってからするようにしてください。震源付近最大震度6弱と見られる大変大きな地震が発生した可能性があります。現在地の予想震度になっている恐れがあります。2.1 落下物などから身を守る。主要島はすでに到達している模様。震度1。震度慌てて起きて、豊後水道最大震度6弱の非常に強い地震が発生しました。かなりですね。そして今実際に観測された震度入ってきました。震度6弱の揺れを高知県の西部、現在地の予想震度南予で観測しました。 2.1 高知県の西部、愛媛の南予で最大震度6弱の地震を観測しました。23時14分頃のことです。かなり強い揺れを広い範囲で観測をしております。震度6弱の揺れ、愛媛県と高知県で観測をしております。また大分県でも震度5弱の揺れ、現在地の予想震度揺れを愛媛県や広島県、山口県、そして主要島はすでに到達している模様。宮崎県でも観測をしております。豊後水道観測された震度、マグニチュード大変強い揺れです。震度6弱の揺れを愛媛県の南予、高知県の西部で観測をしました。念のため海岸から離れるようにしてください。今はまだ気象庁から津波に関する情報出ておりませんけれども、強い揺れを沿岸部で感じた方、沿岸部から離れるようにしてください。この後気象庁から津波に関する情報も発表されるかというふうに見られます。そして強い揺れ実際に観測をしております。まだ夜を迎えておりましてですね、すでに夜を迎えておりまして、停電などが発生をしている可能性があります。周辺一気に真っ暗闇になっている可能性もあります。落下物ですとか、あとはガラスやお皿などが割れて、歩くのが危ない状況になっている可能性もあります。この足元などを保護するようにしてください。そして今地震による津波の心配はありませんという情報入ってきました。気象庁、この地震による津波の心配はないという情報を発表しております。先ほど23時14分頃の地震ですけれども、気象庁はこの地震による津波の心配はないという情報を発表しました。一方で震度6弱という大変強い揺れを観測しております。マグニチュードが 6.4、震源の深さがおよそ50キロと見られます。×印が今回の地震の震源と見られますけれども、沿岸部にかなり近いところで起きたものとなります。沿岸部に近いところ、その愛媛県の南予ですとか高知県の西部では震度6弱という大変強い揺れに見舞われたということになります。この地震による津波の心配はありませんけれども、まだですね、この後余震という形で地震が続いてくる可能性があります。最初の地震で揺れが強かったエリアの方、落下物による被害というのが想定されます。またこの近かったようなものが次の余震で崩れたりする可能性もあります。この後も余震の発生に対しては引き続き警戒をするようにしてください。23時14分頃の地震、震源が豊後水道、そして震度6弱の揺れをそしてまた余震とみられる地震ですね。マグニチュード 4.5 の地震が発生した模様です。最大震度が4と推定されます。先ほどの23時14分にあった震度6弱の地震の余震とみられる地震が発生をした模様です。震度4の揺れ、最大で想定されます。先ほどの地震で落ちかかっているものが再び落下するような、そういった被害がまた出る可能性もあります。また停電し
しているところもあるかというふうに思います。現在地の予想続く余進路。震で慌てて行動するようなことは決してやめるようにしてください。かなり強い揺れ、最初ありました。この後も地震がまだ続く可能性があります。23時19分頃ですけれども、14分の震度6弱の地震に続いて余震が発生をした可能性があります。震度6弱の揺れ、そして震度6弱の揺れに関して23時14分頃の地震に関しての詳しい震度の情報が入ってきております。震度6弱の揺れ、愛媛県の南予や高知県の西部で観測をしております。また震度5弱の揺れ、九州でも大分県でも一部観測しております。その他西日本の広域で揺れを観測したほか、東日本でも一部震度1あるいは2の揺れを観測する、大変広域で地震が観測されたような状況となっております。最初の地震、23時14分頃の地震ですけれども、マグニチュードが 6.4 と規模の大きな地震でした。震源の深さが50キロ。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。夜の大変強い揺れとなっておりますので、停電が発生をしている可能性があります。停電、真っ暗闇にですね、一瞬にしてなったかというふうには思いますけれども、決して慌てて行動するようなことは控えるようにしてください。大変この不安な状況の中、こうですね、情報の入手、詰めていただいているかというふうに思いますけれども、引き続きですね、余震がまだ立て続けに起きてくる可能性があります。緊急地震速報の段階ですけれども、23時19分頃には最大震度4の地震が発生をした可能性があります。この後も続く地震に対してどうぞ十分注意警戒をするようにしてください。23時14分頃の地震ですけれども、震度6弱を愛媛県の南予、高知県の西部で観測しました。震度5弱の揺れを大分県の中部、そして大分県の南部、こちらでも震度5弱の揺れを観測しております。その他震度4の揺れを広島県の南西部ですとか山口県の東部、また九州熊本県の阿蘇地方や球磨地方、また宮崎県の北部平野部などで震度4の揺れを観測しています。その他震度3の揺れは近畿地方にかけて広く観測している状況です。そして皆さんからいただいた揺れに関するご報告ですね、情報になります。ご覧の通りオレンジ色の丸印、激しい揺れというご報告を愛媛県ですとか高知県、また大分県でも一部いただいております。こういったエリアは震度6弱ですとか5弱といった強い揺れに見舞われたエリアと大体合致をしております。でまた揺れのこの性質ですね、どういった揺れ方をしたのか、そういったご報告見てみますと、オレンジ色の丸印、ゆらゆらという揺れ、これをかなり広範囲でいただいております。比較的深い地震ですね、震源の深さが比較的深い地震で起きましたので、強い揺れの範囲が結構広く出ているかというふうに見られます。そういった中でゆらゆらと横揺れ、これを感じられた方、最大震度4のやや強い地震が発生しました。こういった地震のタイプとなってきますと、またこれ地震の観測の情報ですね、震度4の揺れを先ほど23時19分頃に改めて観測をしております。最初の23時14分の地震、そして今の23時19分の地震ともこの地震による津波の心配はありません。震源は23時14分19分とも豊後水道、そして19分の地震はマグニチュード 5.0 となっております。震度4の揺れを四国地方で観測しております。23時14分の最初の地震の余震と見られます。震度6弱、マグニチュード 6.4 と結構大きな地震でした。この後も余震という形で地震がまだ続く可能性があります。最初の地震、震度6弱の具体的な地点ですね、愛媛県の愛南町、そして高知県の宿毛市、愛媛の愛南町と高知県の宿毛市で震度6弱、また愛媛県の宇和島市で震度5強を観測しています。震度5弱、その他愛媛県の西予市、大洲市、八幡浜市、愛媛県の紀北町、内子町、
そして大分県の津久見市、大分県の佐伯市で震度5弱の揺れを観測しました。その他震度4の揺れを、中国地方、広島県ですとか、九州ですと熊本県や宮崎県でも震度4の揺れを観測しています。その他東の端は近畿地方や東海地方、長野県、また伊豆諸島でも一部震度1あるいは2の揺れを観測するなど、かなり広範囲で強い揺れを観測している状況になりますね。揺れを観測している状況となります。で、今回の地震、マグニチュード 6.4 の地震でしたけれども、×印の位置がかなり陸地に近いところで発生をしております。このため陸地の揺れもかなり強い揺れになったということと、震源の深さが50キロと比較的深いところで起きましたので、強い揺れの範囲もこの広くなったというのが特徴になっているかというふうに見られます。かなりですね、広い範囲で強い揺れ観測しておりますけれども、屋内の被害の情報です。こちら皆さんからのご報告になります。ご覧の通り物が落ちたというものがこれ範囲が結構広いですね。広島県や山口県、大分県、また九州その他の各地、あるいは愛媛、高知といった揺れの強いところから物が落ちたというご報告届いております。やっぱりこれも比較的広い範囲で強い揺れを観測したということで、やはりですね、夜中です。停電なども起きている可能性があります。またこの後も余震が続く可能性があります。落下物ですとか、あとはガラスが割れていたりする可能性もありますので、引き続きこの足など、怪我をされないようにどうぞ十分お気をつけください。また余震も続いています。23時14分の地震の後、23時19分には最大震度4の地震が発生をしました。引き続きこの落下物、落ちやすくなっているものが余震でまた落ちてきて、それによって怪我をしてしまうような可能性もあるかというふうに見られますので、引き続きですね、この室内被害に対してはどうぞ十分お気をつけください。また6弱のレベルになってきますと、例えばブロック塀ですとか、石塀が、一部では最悪倒れていたり、あるいはひび割れが生じたりしている可能性があります。そうなってきますとですね、また起きてくる余震で崩れたりする可能性があります。そしてまた緊急地震速報ですね、23時26分頃、最大震度3の地震がまた発生をした模様です。震源の位置から考えますと、23時14分の地震の余震が新たに起きているものとなります。このように、この23時26分の推定される地震に関しては震度3といったレベルですけれども、先ほどの通り最初の地震で壁が崩れかかっていたり、塀が倒れかかっていたり、物が落ちかかっていたりする可能性があります。そういったものがこの余震、決して強い揺れでなくともですね、最初の地震で崩れかかっているものをまた被害を発生させたりする可能性があります。また大きな地震が起きた後は往々にして停電という影響も広く出ていることも想定されます。そういった点から考えますと、相次ぐ余震によって真っ暗闇の中慌てて行動するようなことは決してやめてください。過去の事例を見ますと、暗闇の中ですね、慌てて行動して、それによって怪我をされるような事例もあります。場合によっては転倒をして骨折するような、重傷を負うような事例というのも過去いくつもあります。今回もこの夜間、深夜を迎えてですね、停電など発生している可能性があります。引き続きどうぞ落ち着いて行動するようにしてください。一連の地震、津波による津波の心配ありません。この地震による津波の心配はありませんので、その点は大丈夫かというふうに思います。安心していただいて大丈夫かというふうに思います。ただ揺れですね、この後も強い揺れがまだもうしばらく余震という形で続く可能性があります。これまでも実際に観測された震度ですと、23時14分のこの6弱の地震の後、21時19分には最大震度4の地震が新たに発生をしている状況となります。このように地震がですね、この後も立て続けに起きる可能性がありますので、この後も引き続き地震の影響、被害ですね、その発生に注意をするようにしてください。はい、引き続き地震津波に関する情報をお伝えしていきます。最
最大震度3の地震が発生しました。震源地付近の方からリポートも届いております。島根県安来市の方からのリポートをお伝えしていきます。島根県安来市の方から震度3の緊急地震速報を受け、身構えていたらゆっくり横に揺れて酔いそうでした。周りは幸い被害は見られないですといただきました。先ほど地震が発生しましたが、島根県安来市でもこのようにコンビニの中の商品がですね揺れている様子が確認できます。この後もですね地震が発生する可能性ありますが、揺れを感じた際はまずは身の安全を確保していただければと思います。続いて見ていきます。福岡県久留米市の方からです。久留米では震度3揺れていますといただいております。こちらも自宅の中ですね揺れている様子が確認できます。久留米では震度3だったようですが、このように揺れていた様子が確認できます。この時間ですねお休みになっていた方もいらっしゃるかと思いますが、この後も玄関や部屋のドアなどを開けて、常に逃げ道を用意していただければと思います。では続いて香川県坂出市の方からです。震度3強ぐらいゆらゆらしました。スマホアラームが鳴り響きましたといただいております。この時間ですねこの方もお休みになっていたお時間でしょうか、家の中のものが揺れている様子です。震度3でも新たにここで地震の情報が入ってきました。地震の情報をお伝えします。先ほど23時31分ごろ最大震度3とみられる地震が発生しました。こちらは長野県北部を震源とする最大震度3とみられる地震が発生しました。この地震の規模を示すマグニチュードは 3.5、震源の深さは約 10km とみられています。念のため海岸から離れてください。津波に関する情報まだ入ってきておりません。念のため海岸から離れてください。最新情報が入りましたらまたお伝えしていきます。先ほどの震度6弱の地震に関する情報をまたお伝えしておきます。先ほどのこの地震による津波の心配はありません。先ほどの震度6弱の地震に関するものです。リポーターの方からいただいた地震の揺れに関する報告です。こちらゆらゆら酔いそうといった報告やガタガタ小刻みといった揺れの報告を多くいただいております。多くの広いエリアで揺れを感じた方がいらっしゃったようです。この後もですねこの地震による余震が発生する恐れがあります。揺れを感じた際はまずは頭を隠すなど身の安全を確保するようにしてください。続いて屋内被害確認していきましょう。最大震度3の地震が発生しました。報告、緑色のものが落ちたといった報告いただいております。お休みになっている方もいらっしゃるかと思いますが、できるだけ頭の上などに大きなものは置かないようにしてください。上から物などは落ちてきていないでしょうか。この後も引き続きですね上から物が落ちてきたりしないよう、安全に気をつけていただければと思います。ここまで屋内被害確認していきました。続いてリポート見ていきます。こちら改めて香川県坂出市の方からいただいたリポートです。震度3強くらいでゆらゆらしました。スマホアラームが鳴り響きましたといただいております。震度3強くらいでもですね、電気の紐がゆらゆらと揺れている様子です。こちらは最大震度6弱の地震でしたが、これよりもさらに大きな揺れを感じた方もいらっしゃったかと思います。揺れを感じた際はまずは頭を隠すなど、命を守る行動をとっていただければと思います。では続いて徳島県板野郡の方からいただいております。愛媛で地震があり横に揺れました。15秒くらいの時間でしたといただいております。
徳島県でも横揺れの15秒ほど長い地震が続いたとのことです。この後もですね、横揺れだったり、長い地震が続く可能性があります。この時間お休みになっていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、玄関やドアなど逃げ道を確保するようにしてください。改めて地震情報をお伝えします。先ほど23時14分ごろ、愛媛県を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。この地震の規模を示すマグニチュードは 6.4、震源の深さは約 50km でした。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。そしてここまでお伝えしていた地震に関する情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。アプリを立ち上げていただいて、左下3本線メニュータブの減災防災左上地震チャンネルを開いていただきます。こちらは最新の発生した地震が表示されておりますが、青色の他の地震というところを押していきますと、先ほど発生した最大震度6弱の地震も表示されております。こちらを押していただきますと、この地震で実際にどこでどれだけ揺れたのかを確認していただくことができます。白色の震度の詳細というところを押していただきますと、実際にどこでどれだけの大きさで地震があったのか確認していただくことができます。そしてこの地震による津波の心配はありませんでした。今後も地震が発生した際は、まずは身の安全を確保してください。そして安全な場所でこちらのアプリから詳しい情報をご確認いただければと思います。ここまで地震チャンネルのご紹介をしていきました。地震情報を改めてお伝えしていきます。先ほど23時14分ごろ、愛媛県を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。この地震の規模を示すマグニチュードは 6.4、震源の深さは約 50km でした。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。繰り返しお伝えします。先ほど23時14分ごろ、愛媛県を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。この地震の規模を示すマグニチュードは 6.4、震源の深さは約 50km でした。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。実際に最大震度6弱を観測したのは愛媛県南予、高知県西部で震度6弱を観測しました。この地震による津波の心配はありませんが、念のため海岸から離れてください。念のため海岸からは離れてください。繰り返しお伝えします。先ほど23時14分ごろ、愛媛県を震源とする最大震度6弱の地震が発生しました。この地震の規模を示すマグニチュードは 6.4、震源の深さは約 50km でした。この地震による津波の心配はありません。こちらサポーターの方からいただいた地震の体感のご報告です。緑色の弱い揺れや黄色の強い揺れ、そして一部ではオレンジ色の激しい揺れといったご報告もいただいております。震源地近くではオレンジ色の激しい揺れのご報告もいただいております。この後も引き続きですね、地震が発生する恐れがあります。お休みになっていた方いらっしゃるかと思いますが、玄関や部屋のドアなど逃げ道をしっかりと確保していただければと思います。では先ほど発生した地震に関する情報、予報センターの山口さんに詳しく解説していただきます。23時14分頃ですけれども、四国地方を中心に強い地震がありました。震度の分布図をご覧ください。こちらになります。23時14分頃の地震、震源が豊後水道となります。この地震によりまして、愛媛県の愛南町と高知県の宿毛市で震度6弱の強い揺れを観測しました。愛媛県や高知県で震度6弱以上の地震を観測するのは1919年の気象庁の統計開始以降
上では初めてということになります。で、震源が豊後水道、そして地震の規模を示すマグニチュードが6.4、